どうも、ボタニカリスティックスです。今日はちょっと真面目な話。いつも真面目のつもりでやってますけどね。また、ちょっと久しぶりにこの汚い部屋に戻ってきて、ちょっとここからまたお届けしたいと思います。部屋はここに綺麗にならないんだけど、そりゃそうだよね。部屋の掃除してないから。今回はアルテシマについてなんだけど、ちょっとこの写真見てもらって、ちょっと3枚用意するんだけど、みんなどれですか？みんなのイメージ。で、僕はね、この辺、この3枚のどれかが、大体の、アルテシマのイメージかな。みんなが持ってるイメージかなと僕は思ってるんですけど、実はこれ、うちにあるアルテシマの同じ株から生えてる葉っぱ3つなんですよ。で、確かに近いけど、でもよく見ると、斑の入り方とか違うじゃないですか。で、一つの個体でこんなに葉っぱが違うというアルテシマ。で、これ、結構アルテシマって特に個体によってね、葉っぱの入り方が違うとか、色が違うとか、そういったのが出る品種だと思うんですよ。作画崩壊って起きるじゃないですか。例えば、ドラゴンボールでも何でもいいんだけど、昔のやつは、毎週絵が変わって、もう多分作画してる人、担当が変わってるからなんだけど、全然違う顔。クレヨンしんちゃんとかでもそうでしたよね。で、ああいう作画崩壊みたいなのが、アルテシマでも起こってると思うんですよ。っていうのは何でかっていうと、毎週、見ててから、全然絵が違くても、これが悟空だとか、これがベジータだとか、これがミサエで、これがヒロシだとか、わかるじゃないですか。で、僕らも、多分アルテシマも、いつも見てるから、こういう葉っぱで、こういう色、で、こういう符が入ってて、ってなったら、それがアルテシマだって認識しちゃうんで、別に気にしてないんですよ。で、だから、なんとなく過ごしてた人も、このね、よく知らないけど、ぼーっと生きてんじゃねえよじゃないけど、人もいると思うんですよね。そこで、ボタニカリスティクスは気づいちゃったんですよ。これ、いろんなアルテシマの写真を並べてみたら、これもう本当にみんな、これ全部アルテシマだよって、見せたらみんな、うわーって、驚くんじゃないかなと思って。で、そんなんで、ちょっとね、いろいろ撮ってみたんですよ。ちょっと並べてみようかなと。で、まず最初は、僕が一番このアルテシマの理想形だと思ってるもの。これですね。で、これは白い符が白っぽい。白じゃないんだよね。クリーム色っぽい符がはっきりと端っこにあって、で、緑みたいな。これがおそらくですね、理想形なんじゃないかな。これ個人的な感想ですけどね、僕が理想形だと思ってるっていうだけの話。要するになんでそんなに葉っぱが変わるのか。どんな品種でも結構個体差あったりとか、育て方が違ったりとかするだけで、葉っぱの模様って変わってきたりとかするんですけど、そういうこと大きさもね。だけど特にアルテシマは多いなっていう話であって、ちょっとこのアルテシマの個体差についてちょっとね、軽くまとめたんですよ。で、個体差は原因としては遺伝が一つ、あとは光の環境症で、あと肥料。で、あとは成熟度っていう、それはどの品種でもあるんだけど、ちっちゃい葉から成長していって大きくなっていくと、葉っぱが変わっていくよっていう。そういった要因があるよっていうこと。一つ目はその遺伝による違いっていうのはじゃあ何なのか。これはもうどうしようもないよね。僕らがどうこうしたっていうことはない。もう本当に個体を持っているそれぞれの個性によって色が違うと。緑が深かったり、薄かったりね。で、符の入り方の、色が濃かったり薄かったり。ちょっと育て方でどうなるとかいう話でもないのかな。2個目は光。で、光が、一般的にもよく言われて光をすごい当てると符がどんどん白くなる。葉緑体、葉緑素だよね。光合成に必要な葉緑体がですね、少なくてもいいから。だから光が多いと、白がはっきり、符が入っていくと。一方で光が少ないと、その葉緑体が必要だからもう緑を増やすと。で、これがよくある観葉植物とか他の品種でもよくある話。で、あとは光をね、強くすると、ちっちゃい葉っぱがたくさん、育つみたいな。あとは逆に光が少ないと葉が大きくなるなんて言われてるけど、今回はね、ちょっと大きさは、葉っぱの模様についての話だから、大きさについての違いはね、特に言及しないんだけど、ただ葉っぱの大きさと、その色の違いっていうのは、相関関係があるんだな。光による関係。あとは3つ目は、肥料による変化っていうことで、ただ窒素系の肥料を与えると、葉緑素が増えて、緑色が、どんどん深くなっていくという話。逆に肥料を控えめにしてると、明るい発色になりやすいということが言えるらしいです。あとは、4つ目なんだけど、成長度合いによる変化。最初は、
割とその明るいっぽい色だけど、だんだん大きくなって、硬くなってきて、それで、色も深くなっていく。これはなんかあるあるだよね。実際よくある話。で、ここからでちょっと僕がね、撮りためた写真をね、ちょっと見てってほしいと思うんだけど、まずは1個目はこれね。で、これはちょっと僕が理想だって思ってるタイプに近いと思うんだけど、僕がね、理想だと思ってるのはほとんどね、もう符がね、クリーム色か白ぐらいなやつは理想だと思ってる。これは黄色いやつ。で、これはもう見るかな。これで、ただこのタイプとさっきの理想のタイプは光をかなりやっぱり当ててる。それこそね、直射日光を当ててんじゃないかなっていうぐらい。で、生産者あるいはそれがお店に並ぶまでの間にどうやって育てられたかにもよると思うんだけど、たくさん光を浴びたからそういう風になっていくんじゃないかなって思ってますよ。で、二つ目がこれ。これはその周りの符の部分、黄色い符の部分がちょっと黄緑色っぽくなっていくっていうところかな。で、次の3枚目。2枚目からのグラデーションみたいに持ってくれればいいんだけど、周りのその黄色の部分が広がってて、真ん中の緑がだんだんちっちゃくなってるみたいな。こういうタイプ。こういう符の入り方もあるんだな。で、次、4個目。これは、緑がかなり強くなってきてるっていう感じ。周りの符はですね、どっちかというとちょっと薄くて、で、中の緑色がかなり濃く出てるかなっていう。こういうタイプ。5個目。5個目も4個目に似てるんだけど、よりね、周りの緑は符だったんだって。真ん中の方が濃いからね。こういうタイプ。6個目なんかかなりもう緑。もう黄緑なんてないよね。緑と深い緑でなってるアルテシマ。もしかしたらこの辺が、みんなのイメージしてるアルテシマっていう、そういう人もいるかもしれない。それこそ会社の会議室とか、全然太陽の光浴びないようなところに置いてあるアルテシマってこれだもんね。で、あとショッピングセンターとかの通路に置いてあるやつ。ショッピングセンターの通路なんてもう、あそこ日光なんか出てこないから、日光見たことないみたいな。そんな育ち方してるとこういう風になっていくんじゃないかな。7個目も同じ。緑がかなり深い。すごい深い。で、もっと深いのが8個目。こんなんになるんですよ。8個目。これ、1個目と比較してみたらね、もう全然違うっていうの分かると思うんだよね。さらに言うと、例えば今から挙げるのはアルテシマライムとか、でアルテシマゴールドとか、この辺になるともう符だけない。もう黄緑色。もう完全に。こんな感じのアルテシマもあるよって話。で、根本的になんだけど、アルテシマって符入りなんだよね。みんなが知ってるの。で、符なしのアルテシマも実はあるんですよ。で、その符なしのアルテシマのことを、要するに、学名で言うと、フィカス・アルテシマでいいんだよね。で、一般的なのは、フィカス・アルテシマ・バリエガータなんだよ。だから、そのバリエガータの方が、一般的だから、みんなアルテシマって言ったらもうそれのことだって思ってるけど、実はね、符なしのアルテシマもあって、そっちの方がレアだっていう。普通逆じゃない。普通、符が入ってるやつがレアなのに、アルテシマに関しては逆なの。で、そのアルテシマのことをアルテシマ青って呼んだりするんだよね。これ面白いよね。で、だから、大きい、例えば本当に尾崎フラワーとかね、プロトリーフとか、そういうとこ行くと、アルテシマ青って、平気な顔して置いてるけど、普通のお店ではあんまり置いてない。どうですか？アルテシマだけでね、こんなね、いろんな種類あるんですよ。面白いでしょ？アルテシマなんて、超入門編だよ。超入門編なのに、こんなに深いんだ。どうですか？面白くなってきたでしょ？もっともっとフィカスの面白いところをどんどん発信していきますよ。今日のところはアルテシマ、入り口ということでね、これはまだ全然、近代一少年のなんとかでよく出てくる言葉、序章に過ぎなかった。みたいな。こんなのはまだね、序の口ですよ。これからどんどんね、フィカスのね、深いところにね、皆さんを連れて行きたいと思いますからね。じゃあ、今日のところはこんなところで。じゃあまた。